こんにちは、メイです。今回は癖のあるホテルレイアウト4選ということで早速やっていきます。チャンネル登録、グッドボタンがまだの方はぜひよろしくお願いいたします。前回は普通のお部屋1から4を作りましたね。今回は5から8です。順番に紹介した後、スピードビルドで作り方編へ。まずは5から。1つ目は水中のお部屋。お客様が魚類でない場合、多少の息苦しさを感じるかもしれません。ベッドで寝転んだ時にお魚とご対面できます。ずっと魚に見られているし、こちらも見ている状態ですね。マーメイドな気分を意識して貝殻や海藻っぽい家具を置いています。ベッドの横はお風呂です。結構大胆に作りました。湯船に浸かりながらお魚とご対面。優雅な気分になれますね。ですが扉がないのでパーパーです。そこが欠点ですね。お風呂の正面はバーカウンター。もしかしなくても丸見え。ベッド側からも見えてプライバシーがなさすぎると感じたため、カーテンをつけてきました。ここら辺は好みですね。こちら側はろうそくとかどかしてきています。お風呂上がりに最高の一杯が飲めるバーカウンター。お酒が置いてあるだけなので作るのは宿泊者です。チェイサーも完備しているので安心ですね。ホテルに泊まっていると意外と必要な机と椅子。ランプの色と机の色を合わせて一体感を。海底の中というコンセプトなので、涼しい気持ちになりたい時やマーメイド気分を味わいたい方におすすめの客室です。泡となって消えてしまわないようにご注意ください。6号室へ行ってみましょう。部屋のテーマはオリエンタル×星空。癖が強くなってまいりました。部屋はシンプルにベッドとテーブルスペースのみ。奥のベッドはキングサイズ ×2 となかなか大きめサイズです。ゆったりと過ごせますね。ベッドに寝転がれば多分外は見えるはず。天蓋付きなので多少怪しいですが、ベッドサイドの謎の飾りがお気に入り。気分で石を置きました。背景が激しいため手前はかなりシンプルに。オリエンタルなたしなみを添えて、オリエンタルな気分になりたい時や思っている以上に早く動く星空などを眺めたい方におすすめです。次は7号室です。テーマは水に浮かぶ客室。建築基準法に挑戦している部屋ですね。部屋の構成はシンプルにほぼ寝る場所のみ。最大の特徴は橋があることですね。橋から落ちないように杭を打っています。明るさが足りないのでキャンドルを浮かべました。食べられませんがケロッピのお菓子も浮かべています。橋を渡るとようやく寝るところへ。水に浮かんでいるので常に水音が聞こえる部屋。ちなみに外は雨降りです。想像以上に湿気がエグそうな感じです。除湿器のような文明な機器はありません。ただアロマキャンドルがたくさんあるのでいい香りがしそうです。水で癒されたい方やいつもよりちょっと変わったホテルに泊まりたい方におすすめの客室です。最後の8号室へご案内いたします。最後の部屋は一番癖が弱い感じですね。桜咲く和風ルームです。一年中黒い咲きしています。見渡す限りの桜に囲まれながら眠りに落ちる、そんなことができてしまうお部屋です。かなり春な気分になりますね。他の要素を優先するあまりベッドはなんと入り口の真ん前です。風水的にかなり良くなさそうな配置。見た目と目先の利益を優先したようですね。ベッドの奥は露天風呂。桜に囲まれた露天風呂に浸かっていれば、桜舞い散る中で忘れた記憶を何か思い出しそうな気がします。こちらちゃぶ台。入り口側に座った人が景色を楽しめる特等席。上座に座るとまさかの壁を見つめる仕様に。首をひねれば問題はありませんが痛くなりますからね。常春を求めている方や桜に囲まれたい方におすすめの客室です。ただし花粉症の人には注意が必要ですね。ちょっと癖のあるホテルの客室レイアウト4選はいかがだったでしょうか。どの部屋に泊まりたいかぜひコメント欄で教えてくださいね。
チャンネル登録、グッドボタンがまだの方はぜひお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。それではここからはお部屋のスピードビルド編です。